皆さんこんにちは。ケイトの YouTube チャンネル、その名もケイトチャンネル、今回もよろしくお願いいたします。今回は2021年の春夏の広告素材の撮影に行ってきたんですね。撮影に関わる方たちの思いを聞いているので、どういう気持ちでお仕事されているかということをお伝えできればと思います。ついにこれが私の CM 撮影の動画で言っていたディープなところになるんですよね。秘密の動画。秘密の動画です。楽しみです、今回の動画はディレクター兼カメラマンの柿本さんへのインタビューの動画になります。それでは動画をご覧ください。 No more rules. Kate. 本日はケイト2021年春夏広告素材の撮影のために角川大映スタジオへやってまいりました。撮影に関わる方たちの思いを、インタビューしてお届けできたらと思いますので、早速ですがスタジオへ行きましょう。これからディレクター兼カメラマンの柿本さんにお仕事についてインタビューをさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。いくつか質問させていただきたいんですけれども、一度そのグラフィックですとか動画の撮影をする際に大体どれぐらいの時間がかかるんですか？ケイトの撮影の場合は、3商品とか4商品ぐらいの、コマーシャルとグラフィックを撮影するんですけど、アングルチェックと言われている準備があって、だいたいそのどこにライトをやろうとか光の計算をしたりとかして、撮影に臨むんですけど、その準備期間をのけると、だいたい3日とか朝から夜遅くまで丸3日ぐらいをかけて撮影します。いろんな撮影でご活躍されてると思うんですが、ケイトの撮影の時に特に意識されていらっしゃることってありますか？僕が担当するようになる前からやはりケイトの世界観って独特な世界観があって、他のブランドにはないそのケイト独特の世界っていうのを受け継ぎ継承しながら、どんどんその時代に合わせたメイクも変わっていくようにケイトもちょっとずつ進化していくっていう、なんか新しい自分を発見してもらえるような、なんかそういう内容になるといいなと。さまざまな被写体を撮影されてると思うんですけれども、被写体を美しく捉えるこだわりはありますでしょうか？大きくは多分2つあるんですけど、1つはその光ですね。どういう方向からその光を当てるかとか、表したい肌のツヤだったりとか、ものによってはその唇の赤さだったりとか、瞳の中にどういう光を入れていくかとか、その光の計算を常にしているのと、あと一方ではその、ストーリーをやっぱすごく大切にしていて、その15秒だったり30秒の中で一番ハイライトはこういう気持ちだと。でそこにはこういうバックボーンっていうか、こういうストーリーがあって、だからあなたはここで一番輝いてほしいみたいなことを演者の人とも話し合いながら、この部分はメイクを見せるんだけど、自分的には今日この最後のこのカットはそれによって中身がどれだけ美しくなったかっていうのが大事かなと思ってるので、そういうストーリーテリングをできるとなんか毎回いい表情が撮れるなと思ったり。一般の方たちがスマートフォンで動画だったり画像を撮影するときに何か使える美しく撮れるテクニックみたいなのがあったら教えていただけないでしょうか？僕がだいたい人を撮るときは直接その人物に太陽の光が正面から当たったりとか、お店でもお店の光が正面から当たるみたいなところをなるべく避けます。やっぱり後ろから来てた方がちょっと神々しかったりとかドラマチックな光になるので、光に合わせて人の向きを変えていく、人を撮る時のあれなんですけど、どうしてもなんか写真を撮る時緊張しちゃったりとかカチカチしちゃうじゃないですか。その前後のトークだったり、くだらないことだったり、タイミングをわざとずらすだったりとか、じゃあ321でいくよって32で押してみるとか、なんかそんなことでちょっとリラックスしたいい笑顔が生まれたり。そもそもどのようなきっかけでフィルムメーカーになろうと思われたんですか？もともと映画がすごく作りたくて、映画の勉強もしながらミュージックビデオだったりとかコマーシャルの世界にそこから入
入ってきたので、音楽ものをすごくたくさんやってて、その時にやっぱりそのアーティストの人のパフォーマンスを撮ったりとか、商品をきれいに撮るだけじゃなくて、なんか人が動いて歌ってダンスしてみたいな創作の、原点というかスタート地点はなんかその辺にあるような気がしますね。僕の撮り方って多分他の人たちは分かんないんですけど、演者とこうセッションしながらやることが多くて、普通のコマーシャルだと絵コンテというのがあって、コンテにこう大体何を撮るか決まってて、そのコンテのコマだけ撮れればよしとするんですけど、僕の場合はなんかそのコンテの前後の表情だったりとか、もしくはそのコンテのさらに後の表情ぐらいまで流れでこう撮るんですよね。でそれって音楽ビデオでずっとリップシンクやるときに一曲ずっと歌ってるのを僕がカメラを回して撮ってる。でその中でどのいい表情が撮れるんだろうみたいな、なんかそこら辺からこう来てる着想のやり方なんですけど、そうするとなんかその演者の人も線が切れなくて、どんどんこういろんな表情をどんどん出していってくれる。連続的に撮ることでその人らしさを、ふとした時に現れるその人らしさを出すっていうことをすごく大切にされてるのかなって。柿本さんにとってのノーマルルールズ、見方を変えたら範囲だったりルールだったり制約を理解しないとノーモアルーズのところに行けないじゃないですか。やっぱその映像もそうだしメイクもそうだし、今までのケイトの世界はこうとかビューティーの世界はこうだとか、こうメイクしなきゃいけないっていう、なんか社会全体が決めたなんとなくのこう制約みたいなことを常にこう自分を意識しながらそれをこう超えていく。自分ができることも全部なんとなく把握するんだけど、ちょっとずつそれをチャレンジするっていうことで超えていく。どんどんチャレンジしなきゃいけないのはそういうことかなと思ってて、それを背中を押してくれるのがそのケイトのメイクだったり、そこで自信ができてまた中身が強くなっていくっていうか、その繰り返しでなんか人がこう輝いてくるのかなと思います。ディレクター兼カメラマンの柿本さんにインタビューをさせていただきました。お忙しいところありがとうございました。ありがとうございます。はい、というわけで菅さんインタビューされてどうでしたか？撮影に関わる方たち、皆さんがケイトの世界観をすごく自分の中で解釈されてるなって思った。それぞれにノーモアルールズってなんだろうって思ってるところがあるなって思ったのが一つと、あと皆さん本当にお仕事がお好きなんだなっていうのを感じました。本当にご自身がお好きなことをお仕事にされていて、だからこそ輝いてるんだなっていうことがひしひしと伝わってきた、すごくエネルギーにあふれた貴重な経験をさせていただきました。ということで今回の動画も最後まで見てくださりありがとうございました。ぜひチャンネル登録とあと SNS のフォローもよかったらお願いします。ノーマルルールズケイト、バイバイ。 No more rules. Kate.